序章、静けさの中に宿る力。あなたは休日の午後、特に予定もなくふらりと本屋に立ち寄ってしまうことはないでしょうか。別に欲しい本があるわけでもないのに気づけば棚の間を歩いている。あるいは図書館の静かな空間に身を置くだけで不思議と心が落ち着くという経験をしたことはないでしょうか。もしあなたがそういった感覚を持っているのであれば、この動画はまさにあなたのために作られたものです。世の中では社交的であること、多くの人とつながっていること、常に誰かと一緒にいることが良いこととされがちです。SNS のフォロワー数や友人の多さが人間の価値を測る物差しのように扱われることもあります。そんな風潮の中で本を読むことを好み、静かな空間を愛する人々は時として内向的だとか、付き合いが悪いといったレッテルを貼られることがあります。しかし近年の心理学研究や脳科学の進歩によって、本や図書館を好む人々が持つ驚くべき能力が次々と明らかになってきています。それは単なる知識の蓄積とは全く異なる次元の話です。脳の可塑性、感情調整能力、対人関係における洞察力、そして人生における意思決定の質、これら全てにおいて読書習慣を持つ人々は特筆すべき傾向を示すことが科学的に証明されつつあるのです。今回の動画ではそうした研究データや学術的知見を徹底的に掘り下げながら、本や図書館が好きな人ほど持っている7つの隠れた強みについて詳しく解説していきます。単なる自己啓発的な話ではありません。エビデンスに基づいた科学的な視点から読書という行為が人間の脳と心にもたらす影響を明らかにしていきます。この動画を最後まで見ていただければ、あなたは自分自身の特性を新たな視点で理解できるようになるでしょう。そしてもしあなたの周りに本好きの人がいるならば、その人の内側に眠る豊かな世界に気づくきっかけになるかもしれません。それでは早速本編に入っていきましょう。第1章、脳の神経回路が異なる構造を持つ。本や図書館が好きな人ほど持っている最初の特徴は、脳の神経回路そのものが独特の発達を遂げているという点です。これは単なる比喩や誇張ではありません。実際に脳科学の研究によって読書習慣が脳の物理的構造を変化させることが明らかになっています。2013年にアメリカのエモリー大学で行われた研究では、被験者に小説を読んでもらい、その前後で脳の MRI スキャンを実施しました。その結果、驚くべき発見がありました。小説を読んだ後の被験者の脳では、左側頭葉の神経結合が著しく強化されていたのです。左側頭葉は言語処理と感覚運動機能を司る領域です。つまり物語を読むという行為によって言葉を理解し処理する能力が物理的なレベルで向上していたということになります。さらに興味深いのは、この神経回路の変化が読書終了後も数日間持続していたという事実です。研究チームはこれを脳のシャドウアクティビティと呼びました。まるで筋肉トレーニングの後に筋繊維が強化されるように、読書によって脳の神経ネットワークが実際に太く強くなっていくのです。このことは習慣的に読書を続けている人々の脳が一般的な人々とは異なる構造を持つ可能性を強く示唆しています。日常的に本を読む人は知らず知らずのうちに脳を鍛え続けているのです。ではなぜ読書がこれほどまでに脳に影響を与えるのでしょうか。その理由の一つは、読書が能動的な認知プロセスを必要とする行為だからです。テレビや動画を見る場合は、情報が視覚と聴覚を通じて直接脳に入ってきます。受動的に情報を受け取るだけでも内容を理解することができます。しかし読書の場合は違います。文字という抽象的な記号を視覚で捉え、それを言語として解読し、さらに頭の中で意味を構築し、場面を想像するという一連の複雑なプロセスが必要になります。この過程で脳の複数の領域が同時に活性化され、互いに連携して働くことになります。視覚脳、言語脳、記憶を司る海馬、想像力に関わる前頭前皮質、これらの領域が読書中は密接に連動して働いています。スタンフォード大学の神経科学者ナタリー・フィリップス博士の研究では、ジェーン・オースティンの小説を読む被験者の脳活動を fMRI で観察しました。その結果、ただ流し読みをしている時と精読している時では、脳の活性化パターンが全く異なることが分かりました。精読時には脳全体にわたる広範囲の領域が活性化し、まるでオーケストラが一斉に演奏を始めるかのような状態になっていたのです。本や図書館を愛する人々は日常的にこのような脳の全体的な活性化を経験しています。それは長年にわたって脳を最適な状態で使い続けるトレーニングを積んでいるようなものです。その結果として、読書家の脳はより統合的でより柔軟な神経ネットワークを持つようになると考えられています。この脳の構造的な違いは日常生活においても様々な形で現れます。例えば、複雑な問題に直面した時に多角的な視点から検討できる能力、新しい情報を既存の知識と結びつけて理解する能力、抽象的な概念を具体的なイメージに変換する能力、これらは全て読書によって強化された脳の神経ネットワークがもたらすものです。第2章、感情を言語化し制御する卓越した能力。本や図書館が好きな人ほど持っている2つ目の特徴は、自分自身の感情を正確に言語化し、それをコントロールする能力に長けているという点です。これは心理学の世界で感情調整能力、あるいは情動制御と呼ばれる極めて重要なスキルです。私たちは日常生活の中で様々な感情を経験します。喜び、悲しみ、
怒り、不安、焦り、嫉妬、これらの感情は時として私たちを翻弄し冷静な判断を妨げることがあります。しかし本を日常的に読む人々はこうした感情の波に対して独特の対処法を身につけています。それが感情の言語化という技術です。トロント大学の心理学者キース・オートリー博士は長年にわたって読書と感情知性の関係を研究してきました。オートリー博士の研究によると小説を頻繁に読む人はそうでない人に比べて自分の感情状態を正確に認識し、適切な言葉で表現する能力が優位に高いことが明らかになっています。なぜ読書が感情の言語化能力を高めるのでしょうか。その理由の一つは小説の中で多様な感情表現に繰り返し触れることにあります。優れた文学作品には人間の内面を繊細に描写した表現が数多く登場します。例えば単に悲しいという一語で済ませるのではなく、胸の奥底から込み上げてくる鈍い痛みのような、あるいは霧が立ち込めるように思考が曇っていく感覚といった具体的で多層的な表現に出会います。このような表現に繰り返し触れることで読者は自分自身の感情を捉えるための語彙を豊富に獲得していきます。心理学ではこれを感情語彙と呼びます。感情語彙が豊富な人ほど自分の内面で起きていることを正確に把握できるのです。カリフォルニア大学ロサンゼルス校の神経科学者マシューリー・バーマン博士の研究は、感情を言語化することの神経学的な効果を明らかにしました。リーバーマン博士の実験では被験者に不安や恐怖を引き起こす画像を見せながら脳の活動を観測しました。その際に自分の感情を言葉で表現するよう求めたグループとただ画像を見るだけのグループを比較しました。結果は明確でした。感情を言語化したグループでは扁桃体の活動が著しく低下していたのです。扁桃体は脳の中で恐怖や不安などのネガティブな感情を処理する中枢です。つまり感情を言葉にするという行為自体がネガティブな感情の強度を下げる効果を持っているということです。リーバーマン博士はこの現象をアフェクトラベリングと名付けました。感情にラベルを貼るという意味です。本を日常的に読む人々は知らず知らずのうちにこのアフェクトラベリングの訓練を積んでいます。物語の登場人物の感情を追いながら、こういう気持ちにはこういう名前があるのかと学んでいくのです。そしてその知識は自分自身の感情を理解する際にも活用されます。もやもやした気持ちを抱えている時にこれは単なる怒りではなく、期待が裏切られたことへの失望と自分の無力感が混ざり合ったものだなと認識できる。このような精緻な自己理解ができることで、感情に振り回されることなく、冷静に状況を分析して適切な対処を取ることが可能になります。この能力は特にストレスフルな状況において進化を発揮します。仕事でトラブルが発生した時、人間関係で摩擦が生じた時、将来への不安に押しつぶされそうになった時、そうした場面で本好きの人々は自分の内面で何が起きているのかを客観的に観察する視点を持っています。心理学ではこれをメタ認知と呼びます。自分の思考や感情を一段上から俯瞰して見る能力です。メタ認知能力が高い人は感情的な反応をする前に一呼吸を置くことができます。今自分は怒りを感じているが、この怒りは本当に相手に向けられるべきものなのか、それとも自分自身の別の問題がこの状況に投影されているのではないか、このような内省的な問いを立てることができるのです。イェール大学の心理学部で行われた研究では、読書量と感情調整能力の相関関係が調査されました。その結果、年間の読書量が多い人ほどストレス状況下での感情的な安定性が高く、また対人関係においても感情的な衝突を避ける傾向があることが示されました。研究者たちはこの結果について読書が感情のリハーサルとして機能している可能性を指摘しています。物語の中で登場人物が様々な感情的な状況に直面し、それを乗り越えていく様子を追体験することで、読者自身も感情への対処法を学んでいるというわけです。実際の人生で困難な状況に遭遇する前に本の中で予行演習をしているようなものです。だからこそ本や図書館を愛する人々は実際のストレス場面でも比較的冷静に対処できることが多いのです。さらに興味深いのは、読書によって培われた感情調整能力が周囲の人々にも良い影響を与えるという点です。自分の感情をコントロールできる人は他者の感情にも敏感になります。相手の微妙な表情の変化や声のトーンの違いから、今この人は何かを抱えているなと察知することができます。そして適切な言葉をかけたり距離を取ったりする判断ができるのです。第3章、他者の心を読み取る深い共感力。本や図書館が好きな人ほど持っている3つ目の特徴は、他者の内面を深く理解する共感力です。共感という言葉は日常的によく使われますが、ここでいう共感は単に相手に同調するということとは異なります。心理学的な意味での共感とは、相手の立場に立ってその人の感情や思考を正確に理解する能力を指します。これをエンパシーと呼びます。
ケンブリッジ大学の発達心理学者サイモン・バロン・コーエン博士はエンパシーを認知的共感と情動的共感の2つに分類しました。認知的共感とは相手が何を考えているかを推測する能力です。いわば心の理論とも呼ばれる他者の精神状態を推論する能力です。一方で情動的共感とは相手の感情を自分のことのように感じ取る能力です。興味深いことに読書習慣はこの両方の共感能力を高めることが研究によって示されています。ニューヨーク社会調査進学院の心理学者デイビッド・キッド博士とエマニュエル・カスターの博士は2013年に発表した画期的な研究で読書と共感力の関係を実証しました。この研究では被験者を3つのグループに分けました。1つ目のグループには文学小説を読んでもらいました。2つ目のグループには大衆小説を読んでもらいました。3つ目のグループにはノンフィクションを読んでもらいました。その後すべての被験者に他者の感情を読み取るテストを実施しました。これは表情から相手の感情を推測するという課題です。結果は明確でした。文学小説を読んだグループは他の2つのグループに比べて優位に高いスコアを示したのです。研究者たちはこの結果を次のように解釈しています。文学小説は登場人物の内面を複雑かつ曖昧に描くことが多く、読者は行間を読みながら登場人物の感情や動機を推測する必要があります。この認知的な作業が他者の心を読み取るトレーニングになっているというのです。一方で大衆小説は登場人物の感情が比較的明示的に書かれていることが多く、そのような推測の余地が少ないため共感力向上への効果が限定的だったと考えられます。この研究結果は読書が単なる情報摂取ではなく社会的認知能力のトレーニングとして機能していることを示しています。本の中で私たちは実に様々な人物の人生を疑似体験します。自分とは全く異なる時代、場所、境遇に生きる人々の内面に深く入り込みます。19世紀のロシアに生きる貴族の苦悩を追体験することもあれば、戦時中の市井の人々の恐怖や希望を感じることもあります。現代社会の片隅で孤独に生きる人の日常に寄り添うこともあります。このような多様な人生の疑似体験は現実の人間関係においても大きな意味を持ちます。自分とは異なる価値観や背景を持つ人と出会った時にそれを排除するのではなく、この人はなぜこのような考え方をするのだろうかと想像する力が身についているのです。ハーバード大学の研究者スティーブン・ピンカー博士は、著書の中で読書の普及が人類の暴力性の減少に貢献してきた可能性を指摘しています。印刷技術の発明以降より多くの人々が本を読むようになりました。それに伴って人々は自分の属する集団以外の人々、すなわち他国の人々、異なる宗教の人々、異なる社会階層の人々の内面を想像できるようになりました。この共感の拡大が拷問や奴隷制度といった残虐な慣行への批判意識を高め、社会全体の道徳性向上に寄与したというのがピンカー博士の主張です。もちろんこれは壮大な歴史的仮説ですが、読書が共感力を高めるというミクロなレベルでの研究結果と整合性があります。本や図書館を愛する人々は知らず知らずのうちに他者の心を読み取る能力を磨いています。それは単なる人当たりの良さとは次元が異なります。相手の言葉の裏にある本当の気持ちを察知する力、表面的には怒っているように見える人が実は深く傷ついていることに気づく力、明るく振る舞っている人の内側にある孤独を感じ取る力、こうした繊細な感受性は読書によって培われた想像力の賜物なのです。この共感力は人間関係において大きなアドバンテージとなります。相手の気持ちを理解できる人は自然と信頼を集めます。押し付けがましくなく、かといって無関心でもない適切な距離感で人と接することができます。相談を受けた時にも的外れなアドバイスを押し付けるのではなく、まず相手の気持ちを受け止めることができます。第4章、孤独を恐れず内なる豊かさを育む力。本や図書館が好きな人ほど持っている4つ目の特徴は、孤独を恐れることなく、むしろそれを自己成長の糧として活用できる能力です。現代社会において孤独という言葉は往々にしてネガティブな意味合いで使われます。孤独死、孤独感、孤立、これらの言葉が示すように孤独は避けるべきものとして認識されることが多いのです。しかし心理学の研究は孤独には2つの全く異なる種類があることを明らかにしています。一つは望まない孤独です。これは社会的なつながりを求めているにもかかわらずそれが得られない状態を指します。この種の孤独は確かに心身の健康に悪影響を及ぼすことが数多くの研究で示されています。しかしもう一つの孤独があります。それは自ら選び取った孤独です。英語ではこれをソリチュードと呼び、より積極的で創造的な意味合いを持っています。オックスフォード大学の心理学者ロビン・ダンバー博士は人間の社会的なつながりには限界があることを示しました。ダンバー数として知られるこの理論によると、人間が安定的に維持できる社会的関係の数はおよそ150人程度とされています。さらに深い親密な関係を築ける相手はわずか数人に限られます。この事実は興味深い示唆を与えてくれます。つまり人間はそもそも常に多くの人々と関わり続けることには向いていないのです。本や図書館を愛する人々はこの事実を直感的に理解しているように見えます。彼らは無理に多くの人間関係を維持しようとはしません。代わりに一人の時間を大切にし、
その時間の中で自分自身と深く対話することを選びます。アメリカの精神科医アンソニー・ストー博士は著書孤独の価値の中で、創造的な人物の多くが意図的に孤独の時間を確保していたことを指摘しています。ニュートン、ベートーベン、カント、ビトゲンシュタイン、歴史に名を残す思想家や芸術家の多くは社交的な人物というよりむしろ内省的で孤独を好む傾向がありました。ストー博士はこうした事例から孤独は創造性と深い思考のために不可欠な条件である可能性を論じています。本を読むという行為は本質的に孤独な行為です。誰かと一緒に同じページを読み進めることは通常ありません。自分一人で文字を追い、自分一人で考え、自分一人で感じる。この徹底した個人的な体験が読書の本質です。しかし逆説的なことにこの孤独な体験の中で読者は無数の他者と出会っています。著者という他者、登場人物という他者、そして本の中で引用される様々な思想家や人物たち。物理的には一人であっても精神的には豊かな対話が行われているのです。カナダのヨーク大学の研究者レイモンド・マー博士は読書と社会的認知の関係を長年研究してきました。マー博士の研究によると読書量が多い人はむしろ社会的なスキルが高い傾向があることが示されています。これは一見矛盾しているように思えます。一人で本を読んでいる時間が長い人がなぜ社会的スキルに優れているのでしょうか。マー博士はこれを次のように説明しています。読書中に行われる他者の心理状態の推測や感情の追体験は社会的認知のトレーニングとして機能している。つまり物理的には孤独でも認知的には高度な社会的活動を行っているというわけです。本や図書館を好む人々にとって一人の時間は空虚な時間ではありません。それは自分自身を充電し、思考を整理し、内面的な成長を遂げるための貴重な時間です。心理学者カール・ユングはこのような内省的な時間の重要性を強調しました。ユングによれば人間は外界との関わりエクストラバージョンと内面世界との関わりイントロバージョンの両方を必要としています。しかし現代社会は外交性を過度に評価する傾向があり内向的な時間の価値が軽視されがちです。図書館という空間はまさにこの内向的な時間を保護する聖域のような存在です。そこでは誰も話しかけてきません。スマートフォンの通知も鳴りません。静寂に包まれた空間で自分だけの時間を過ごすことができます。この環境が本好きの人々にとっていかに重要であるかは彼らに聞いてみればすぐにわかることでしょう。ミシガン大学の社会心理学者イーサン・クロス博士は自己との対話の重要性について研究を行ってきました。クロス博士の研究によると困難な状況に直面した時に自分自身と内的な対話を行える人はストレスへの耐性が高く、問題解決能力にも優れていることが示されています。本を読む習慣は自分自身との対話能力を高めます。本の内容について考え、自分の経験と照らし合わせ、新たな視点を獲得する。この一連のプロセスは内的対話そのものです。結果として本好きの人々は一人でいる時間を建設的に使うことができます。孤独に押しつぶされるのではなく孤独の中で自己を発見し成長させていくのです。さらに重要なのはこの能力が人間関係の質を高めるという点です。一人の時間を充実して過ごせる人は他者に依存することなく自立した関係を築くことができます。相手に過度な期待を押し付けることもなく自分の欲求を適切に調整できます。心理学ではこれを安定したアタッチメントスタイルと呼びます。逆に一人でいることに耐えられない人は人間関係においても不安定になりがちです。常に誰かと一緒にいないと不安になり相手に過度に依存したり逆に距離を取りすぎたりしてしまいます。本や図書館を愛する人々が持つ孤独を恐れない力は人生のあらゆる場面で彼らを支えています。仕事で困難に直面した時も一人で黙々と考え抜く時間を持つことができます。人間関係で悩んだ時も本の中に逃げ込んで心を休めることができます。人生の岐路に立った時も静かに自分と向き合って決断を下すことができます。この内なる強さこそが本好きの人々の隠れた財産なのです。第5章、戦略的撤退による精神の回復力。本や図書館が好きな人ほど持っている5つ目の特徴は困難な状況から適切なタイミングで距離を取り、精神的なエネルギーを回復させる能力です。この能力は一見するとネガティブなものに思えるかもしれません。現実から逃げている、問題に向き合っていない、そのように批判されることもあるでしょう。しかし心理学の研究はむしろ逆のことを示しています。困難な状況から一時的に距離を取る能力は精神的な健康を維持するために極めて重要なスキルなのです。ストレス研究の第一人者であるアメリカの心理学者リチャード・ラザルス博士はコーピング理論を提唱しました。コーピングとはストレスに対処するための心理的な戦略を指します。ラザルス博士によるとコーピングには大きく分けて2つの種類があります。一つは問題焦点型コーピングです。これはストレスの原因となっている問題そのものを解決しようとするアプローチです。もう一つは情動焦点型コーピングです。これは問題そのものではなく問題によって引き起こされた感情を調整しようとするアプローチです。重要なのはどちらのコーピングが優れているかではなく状況に応じて適切なコーピングを選択できることです。問題が自分の力で解決可能な場合は問題焦点型コーピングが有効です。
しかし問題が自分の力では変えられない場合や問題解決のために時間が必要な場合は情動焦点型コーピングが重要になります。本を読むという行為は優れた情動焦点型コーピングの一つです。現実世界の問題から一時的に意識を切り離し別の世界に没入することで感情的な回復を図ることができます。これは単なる逃避とは本質的に異なります。逃避とは問題から目を背け続けることを指します。しかし読書による一時的な距離取りは問題に再び向き合うための準備期間として機能します。イギリスのサセックス大学の研究チームは2009年に興味深い実験を行いました。被験者にストレスを与えた後に様々なリラクゼーション活動を行ってもらい、それぞれの活動がどの程度ストレスを軽減するかを測定したのです。その結果、読書がわずか6分間でストレスレベルを 68% も軽減することが明らかになりました。これは音楽鑑賞の 61%、コーヒーを飲むことの 54%、散歩の 42% を上回る数値でした。研究者たちはこの結果について読書が能動的に別の世界に没入することを必要とするため、現実の心配事から完全に意識を切り離すことができるのではないかと推測しています。本や図書館を愛する人々は無意識のうちにこのストレス軽減法を身につけています。仕事で嫌なことがあった日には本の世界に逃げ込むことができます。人間関係で疲れた時には図書館の静けさの中で心を休めることができます。将来への不安に押しつぶされそうな時には物語の中で全く別の人生を生きることができます。心理学者ミハイ・チクセント・ミハイ博士が提唱したフロー理論もこの現象を説明するのに役立ちます。フローとは何かに完全に没頭している時に経験する精神状態を指します。時間の感覚が消え、自意識が薄れ、活動そのものに完全に集中している状態です。チクセント・ミハイ博士によると、フロー状態は幸福感と深く結びついており、人間の最適な精神状態の一つとされています。読書はフロー状態を引き起こしやすい活動の一つです。興味深い本を読んでいる時に気がついたら数時間が経っていたという経験をしたことがある人は多いでしょう。その状態がまさにフローです。フロー状態にある時、人は現実の心配事から完全に解放されています。脳のリソースが読書という活動に完全に割り当てられているため、他のことを考える余裕がないのです。これが読書のストレス軽減効果の一因と考えられています。さらに重要なのは、読書による現実からの距離取りが単なる気晴らしにとどまらない点です。物語の中で登場人物が困難を乗り越えていく様子を追体験することで、読者自身も問題解決のヒントを得ることがあります。自分とは全く異なる状況に置かれた人物がどのように考え行動するかを観察することで新たな視点が開けることがあります。これは心理学でバイカリアスラーニング代理学習と呼ばれる現象です。アルバート・バンデューラ博士によって提唱されたこの概念は、人間が他者の経験を観察することで学習できることを示しています。本を読むことはまさにこの代理学習の連続です。登場人物の成功と失敗から学び、彼らの選択の結果を観察し、自分自身の人生に応用できる知恵を獲得する。この学習プロセスは現実の問題に戻った時に役立つことが少なくありません。本や図書館を好む人々が困難な状況からの回復が早いのは、こうした複合的な理由によるものです。一時的に距離を取ることでストレスを軽減し、フロー状態を経験することで精神を回復させ、物語から学ぶことで問題解決の糸口を見つける。これら全てが読書という一つの活動の中で同時に起きているのです。第6章、外部の圧力に屈しない自律的な精神。本や図書館が好きな人ほど持っている6つ目の特徴は、外部からの圧力や社会的な同調圧力に安易に屈しない自律的な精神です。この特徴は一見すると頑固さや協調性のなさと混同されることがあります。しかし心理学的に見ると、これは極めて健全で成熟した心理的特性を示しています。人間は社会的な動物であり、集団の中で生きていくために他者との協調を重視する傾向があります。これは進化の過程で獲得された本能的な性質です。かつて人類が小さな集団で狩猟採集生活を送っていた時代には、集団から排除されることは文字通り死を意味しました。そのため人間の脳には集団に同調しようとする強い欲求がプログラムされています。社会心理学者ソロモン・アッシュ博士は1950年代に有名な同調実験を行いました。この実験では被験者に明らかに答えがわかる簡単な視覚的課題を与えました。しかし被験者の周りには実験の協力者たちがいて、彼らは意図的に間違った答えを言うよう指示されていました。結果は衝撃的でした。被験者の約 75% が少なくとも一度は周囲の間違った答えに同調してしまったのです。明らかに自分の目で見てわかる正解があるにもかかわらずです。この実験は人間がいかに社会的な圧力に弱いかを示しています。多数派の意見が間違っていると分かっていても反論することは心理的に大きな負担を伴うのです。しかし本や図書館を愛する人々は、この同調圧力に対して比較的強い耐性を持っていることが研究によって示唆されています。その理由の一つは、読書が本質的に個人的な判断を必要とする行為だからです。本を読むとき、読者は著者の主張をただ鵜呑みにするわけではありません。書かれていることに対して自分なりの評価を下し、同意できる部分と同意できない部分を見極め、
自分自身の考えを形成していきます。この過程は批判的思考の訓練そのものです。アメリカの哲学者で教育学者のジョン・デューイは批判的思考を反省的思考と呼び、民主主義社会において不可欠なスキルであると位置づけました。デューイによれば反省的思考とは結論に飛びつくのではなく判断を一時保留にして情報を多角的に検討する姿勢を指します。読書習慣はまさにこの反省的思考を培います。一冊の本の中でも著者の主張に対して本当にそうだろうかと問いかけ、別の視点はないかと考え、自分の経験と照らし合わせて検証する。このプロセスを繰り返すことで安易に他者の意見を受け入れない思考習慣が形成されるのです。心理学者ジュリアン・ロッター博士が提唱した統制の所在という概念もこの特徴を理解するのに役立ちます。統制の所在とは自分の人生に影響を与える出来事の原因をどこに帰属させるかという傾向を指します。内的統制の所在を持つ人は自分の人生は自分の行動や選択によって決まると考えます。一方で外的統制の所在を持つ人は自分の人生は運や環境や他者によって決められると考えます。研究によると内的統制の所在を持つ人はストレスへの耐性が高く問題解決能力に優れ人生満足度も高い傾向があります。本や図書館を好む人々は内的統制の所在を持つ傾向が強いことが示唆されています。その理由の一つは読書を通じて多様な人生のストーリーに触れることで人間には選択の余地があるという認識が強化されるからです。物語の中で登場人物は様々な困難に直面しますが、その中で選択を行い結果を引き受けていきます。この過程を繰り返し追体験することで人生は自分の選択によって形作られるという信念が強化されるのです。またノンフィクションや思想書を読む人々は様々な考え方や価値観に触れることで唯一の正解など存在しないという認識を深めていきます。世の中には多様な見方があり、自分が採用している価値観もまた一つの選択肢に過ぎないことを知っています。この相対的な視点を持つことで特定の集団や権威が主張する正しさに盲目的に従うことへの抵抗感が生まれるのです。ドイツの哲学者イマヌエル・カントは啓蒙とは何かという小論の中で有名な言葉を残しています。自分自身の理性を使う勇気を持てという言葉です。カントによれば人間の未成熟さとは他者の指導なしには自分の理性を使えない状態を指します。そしてこの未成熟さの原因は能力の欠如ではなく勇気の欠如にあるとカントは述べています。本を読むという行為は自分自身の理性を使う訓練です。著者の主張を検討し自分なりの結論を導き出す。この過程で読者は自分の頭で考えることの重要性を学んでいきます。本や図書館を愛する人々が外部の圧力に屈しにくいのはこの自分で考える習慣が深く根付いているからです。上司が言ったから、みんながそうしているから、テレビでそう言っていたから、これらの理由だけでは彼らを動かすことはできません。なぜそうすべきなのか、その根拠は何か、別の選択肢はないのか、このような問いを内面で立ててから行動を決定するのです。この特性は時として周囲との摩擦を生むこともあります。空気を読まない人、協調性がない人、理屈っぽい人、そのように評されることもあるかもしれません。しかしこの自律的な精神は長期的に見れば大きな強みとなります。流行や世論に振り回されることなく自分自身の価値観に基づいて一貫した選択ができるからです。重要なのは本好きの人々が単に反抗的であるわけではないという点です。彼らは他者の意見を聞かないわけではありません。むしろ多くの場合彼らは優れた聞き手です。しかし最終的な判断は自分自身で下すという姿勢を崩しません。情報を集め、多角的に検討し、そして自分の責任において決断する。この一連のプロセスを大切にしているのです。心理学者エーリッヒ・フロムは著書自由からの闘争の中で、現代人が自由の重荷から逃れるために権威に服従したがる傾向を分析しました。自分で考え自分で決断することは確かに負担を伴います。誰かに従っていれば責任を回避できるという誘惑は常に存在します。しかし本や図書館を愛する人々はこの自由の重荷を引き受ける覚悟を持っています。自分の人生の舵は自分で取るという姿勢が彼らの根底にあるのです。第7章、変化を恐れず成長し続ける柔軟性。本や図書館が好きな人ほど持っている7つ目の特徴は変化を恐れることなく常に自己を更新し成長し続ける柔軟性です。この特徴は一見すると前章で述べた自律的な精神と矛盾するように思えるかもしれません。自分の考えをしっかり持つことと考えを柔軟に変えることは両立しないのではないか。そのような疑問が生じるのは自然なことです。しかし実際にはこの2つの特性は深いところでつながっています。真に自律的な人間とは特定の考えに固執する人ではなく、新しい情報や視点に照らして自分の考えを修正できる人なのです。心理学者キャロル・ドゥエック博士が提唱したマインドセット理論はこの点を理解するのに役立ちます。ドゥエック博士は人間のマインドセットを大きく2つに分類しました。一つは固定マインドセットです。固定マインドセットを持つ人は自分の能力や知性は生まれつき決まっており変えることができないと信じています。もう一つは成長マインドセットです。
成長マインドセットを持つ人は自分の能力や知性は努力によって発達させることができると信じています。数十年にわたる研究の結果、ドエック博士は成長マインドセットを持つ人々がより高いパフォーマンスを発揮し、困難な状況からも早く立ち直ることを明らかにしました。読書習慣は成長マインドセットの形成に深く寄与していると考えられています。本を読むという行為自体が学び成長しようとする姿勢の表れだからです。本を手に取るということは、そこから何かを得たい、何かを学びたい、今の自分を超えたいという欲求があることを意味しています。さらに読書を通じて人は自分の知識や考え方が常にアップデート可能であることを実感します。一冊の本を読んで新しい視点を得た経験、それまで信じていたことが覆された経験、全く知らなかった世界を発見した経験、これらの体験は人間が変化し成長できるという信念を強化します。スタンフォード大学の研究では、読書量と成長マインドセットの間に正の相関関係があることが示されています。本を多く読む人ほど知性は努力で向上できるという信念を持つ傾向が強いのです。哲学者カール・ポパーは反証可能性という概念を科学哲学に導入しました。ポパーによれば、真に科学的な理論とは原理的に反証される可能性を持つ理論です。どんな証拠が出ても覆されない理論は科学ではなく独断であるとポパーは主張しました。この考え方は個人の思考にも応用できます。本当に知的な人とは自分の考えが間違っている可能性を常に認識し、新しい証拠に基づいて考えを修正できる人です。読書家はこの姿勢を自然に身につけています。様々な本を読む中で著者同士の意見の対立に出会います。一方の著者はこう主張し、もう一方の著者はそれと正反対のことを言っている。このような経験を重ねることで一つの正解を求めるのではなく、多様な視点を保持しつつ暫定的な結論を出すという態度が培われます。心理学者フィリップ・テトロック博士の研究は予測能力と思考スタイルの関係を明らかにしました。テトロック博士は20年以上にわたって専門家たちの予測精度を追跡調査しました。その結果、興味深いことに予測精度が高い専門家には共通した思考スタイルがあることが分かりました。彼らは一つの大きな理論に固執するのではなく、多くの情報源から少しずつ情報を集め柔軟に見解を更新していました。テトロック博士はこのタイプの思考者を狐と呼びました。一方で一つの大理論にこだわり新しい情報を無視する思考者をハリネズミと呼びました。研究の結果、狐型の思考者の方が予測精度が著しく高いことが示されました。読書家は本質的に狐型の思考者になりやすいと言えます。一冊の本の主張をそのまま信じるのではなく、複数の本を読み比べ異なる視点を統合して自分なりの見解を形成する。この過程で柔軟で多面的な思考スタイルが培われるのです。変化を恐れないということは、自分のアイデンティティが脅かされることを恐れないということでもあります。人は自分の信念や価値観に強く同一化していると、新しい情報によってそれが否定されることに強い抵抗を感じます。しかし読書家は自分の考えが一つの暫定的な仮説に過ぎないことを知っています。より良い考え方があればそれを取り入れれば良いという柔軟さを持っています。この柔軟性は人生の様々な場面で彼らを助けます。キャリアの転換点において新しい分野に挑戦する勇気、人間関係において相手の変化を受け入れる寛容さ、社会の変化に対して適応していく力、これらすべてが変化を恐れない心から生まれます。神経科学の観点から見ても、読書は脳の可塑性を維持するのに役立つとされています。脳の可塑性とは、脳が新しい経験に応じて構造を変化させる能力を指します。年齢を重ねるにつれて脳の可塑性は低下する傾向がありますが、読書のような認知的に挑戦的な活動を続けることで可塑性を維持できることが研究で示されています。2013年にラッシュ大学メディカルセンターで行われた研究では、読書などの認知活動を継続している高齢者は認知機能の低下が緩やかであることが明らかになりました。つまり本を読み続けることは文字通り脳を若く保ち、変化に適応する能力を維持することにつながるのです。本や図書館を愛する人々は生涯にわたって学び続けます。昨日の自分と今日の自分は違う。今日の自分と明日の自分も違うだろう。この変化を脅威としてではなく成長の機会として捉える姿勢。それこそが本好きの人々が持つ最も貴重な特性の一つなのです。最終章、静かなる力の進化。ここまで本や図書館が好きな人ほど持っている7つの特徴について詳しく見てきました。脳の神経回路が独特の発達を遂げていること、感情を言語化し制御する卓越した能力を持つこと、他者の心を読み取る深い共感力を備えていること、孤独を恐れず内なる豊かさを育む力があること、戦略的に現実から距離を取り精神を回復させる能力に長けていること、外部の圧力に小込めしない自律的な精神を持っていること、そして変化を恐れず成長し続ける柔軟性を持っていること。これら7つの特徴は互いに独立したものではありません。深いところで有機的につながり合い、一つの統合された人格を形成しています。読書という行為が脳を活性化させることで感情の言語化能力が高まり、感情を理解できることで他者への共感力が育ち、共感力があるからこそ人との適切な距離を保ちながら孤独を恐れずにいられる。孤独の中で自己と向き合う時間があるからこそ、外部の圧力に流されない軸が形成され、
その軸を持ちながらも新しい知識に開かれているからこそ柔軟に成長し続けることができる。このように7つの特徴は1つの円環を成しています。ここで改めて強調したいのは、本や図書館が好きな人々の持つこれらの特徴が現代社会においてますます重要性を増しているという点です。私たちは今かつてないほど情報にあふれた時代を生きています。スマートフォンを開けば無限の情報が流れ込んできます。SNS では常に誰かの意見や評価にさらされています。短い動画や見出しだけの記事が情報の主流となりつつあります。このような環境において深く考える力、感情をコントロールする力、他者を理解する力、一人でいられる力、適切に休息を取る力、自分の頭で判断する力、そして変化に適応する力、これらすべてが希少で価値のあるものになっています。経済学者タイラー・コーエン博士は著書の中で現代経済において成功する人材の特徴を分析しました。コーエン博士によると、機械や AI に代替されにくい能力を持つ人材が今後ますます重要になります。そしてその能力の中核にあるのは深い専門知識、創造性、そして人間関係を構築する力です。興味深いことにこれらの能力は全て読書習慣によって培われるものと重なっています。深い専門知識は体系的な読書なしには獲得できません。創造性は多様な情報を組み合わせる能力であり、幅広い読書がその基盤となります。人間関係を構築する力は共感力と感情調整能力に依存しており、読書はそれらを高めます。つまり本や図書館を愛するという一見地味な特性は、実は現代社会を生き抜くための革新的な能力と直結しているのです。また心理学者マーティン・セリグマン博士が提唱したポジティブ心理学の知見もこの点を裏付けています。セリグマン博士は人間の幸福を構成する要素を研究し、その結果をパーマモデルとして整理しました。パーマとはポジティブ感情、エンゲージメント、人間関係、意味、達成の頭文字を取ったものです。読書習慣はこれらすべての要素に貢献します。良い本を読むことはポジティブな感情をもたらします。読書中のフロー状態は深いエンゲージメントの体験です。共感力の向上は人間関係の質を高めます。本を通じて人生の意味を探求することができます。そして知識の獲得や自己成長は達成感をもたらします。このように見ると、本や図書館を好むという特性は単なる趣味の問題ではないことがわかります。それは人生の質そのものに関わる重要な要素なのです。しかしながら現代社会では読書離れが進んでいると言われています。文化庁の調査によると、月に1冊も本を読まない人の割合は年々増加傾向にあります。特に若い世代においてその傾向が顕著です。動画コンテンツや SNS に時間を取られ、本を読む時間が確保できないという声をよく聞きます。これは個人の選択の問題であると同時に社会全体の課題でもあります。先ほど述べたように、読書によって培われる能力は現代社会において極めて重要です。読書人口の減少は長期的に見て社会全体の知的基盤を弱体化させる恐れがあります。だからこそ本や図書館を愛する人々の存在は貴重なのです。彼らは静かに、しかし確実に、深い思考と豊かな感性を育み続けています。派手なパフォーマンスはしないかもしれませんが、組織や社会の中で重要な役割を果たしています。複雑な問題を分析し、感情的な対立を調停し、長期的な視点で判断を下す。このような能力を持つ人材は今日の組織において不可欠です。もしあなた自身が本や図書館を好む人であるならば、どうかその特性を誇りに思ってください。それは決して内向的で社交性がないことの言い訳ではありません。科学的に裏付けられた強みなのです。あなたが本を読んでいる時間は決して無駄ではありません。脳を鍛え、感情を整え、共感力を育て、自己を回復させ、思考の軸を形成し、成長への扉を開いている時間なのです。そしてもしあなたの周りに本や図書館を好む人がいるならば、その人の内側にある豊かな世界に目を向けてみてください。一見おとなしく見えるその人は、実は深い思考と繊細な感性を持った人物かもしれません。表面的な社交性では測れない種類の知性と人間性がそこにはあります。最後に読書という行為の本質について考えてみたいと思います。本を読むということは著者の思考を追体験することです。時空を超えて別の人間の内面と触れ合うことです。数百年前に生きた人の考えを知ることも、地球の裏側に住む人の人生を覗くことも、まだ会ったことのない人の知恵を借りることもできます。これは考えてみれば驚くべきことです。人類が発明したあらゆるコミュニケーション手段の中で、書物ほど時間と空間を超えた対話を可能にするものはありません。テレビや動画は確かに情報を伝えますが、それは一方通行であり、深い思考を促す余地は限られています。SNS はリアルタイムのコミュニケーションを可能にしますが、その多くは表面的で断片的です。書物だけが長い時間をかけて練り上げられた思考を完全な形で伝えることができます。読者は自分のペースでそれを受け取り、咀嚼し内面に取り込むことができます。本や図書館を愛するということは、この人類最高の知的遺産を活用するということです。過去の賢人たちが残してくれた知恵、現代の専門家たちが共有してくれる知識、物語作家たちが紡いでくれる人間理解、
これら全てにアクセスできる特権を持っているのが読書家です。図書館という空間は人類の知的遺産が集積された場所です。何千何万という書物が静かに棚に並び、その中には無数の人々の思考と経験が詰まっています。その空間に身を置くだけで私たちは人類の知的営みの偉大さを感じることができます。だからこそ本や図書館を好む人々は特別なのです。彼らは単に読むことが好きなのではありません。人間の思考と感情に深い敬意を払い、知ることへの謙虚な姿勢を持ち、自己成長への終わりなき意欲を持った人々なのです。エンディング。この動画では本や図書館が好きな人ほど持っている7つの隠れた強みについて科学的な知見に基づいて解説してきました。改めて7つの特徴を振り返ると、第1に脳の神経回路が読書によって強化され独特の認知能力を持つこと。第2に感情を正確に言語化しコントロールする能力に優れていること。第3に他者の心を深く理解する共感力を持っていること。第4に孤独を恐れず一人の時間を建設的に活用できること。第5に戦略的に現実から距離を取り精神的な回復を図れること。第6に外部の圧力に屈しない自律的な判断力を持っていること。第7に変化を恐れず常に成長し続ける柔軟性を持っていること。これらの特徴は全て心理学や脳科学の研究によって裏付けられたものです。本を読むという静かな行為の中にこれほど多くの価値が含まれているということを知っていただけたなら幸いです。この動画を見てくださっているあなたがもし本や図書館を好む人であるならば、どうか自信を持ってその特性を大切にしてください。そしてもしまだ読書の習慣がない方であれば、今日から一冊の本を手に取ってみることをお勧めします。それはあなたの脳を変え、感情を豊かにし、人間関係を深め、人生を変えるかもしれない一歩になるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもお役に立ったと思われましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。また皆さんが考える本好きの人の特徴や読書にまつわるエピソードがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの声をお聞きできることを楽しみにしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。